こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。今日はやめてよかった20のことというテーマでお話ししていきます。僕はこれまで人生を変えるためには何か新しいことを始めないといけないと思っていました。もっと勉強する、もっと働く、もっと人と会う、もっと行動する。でも実際に僕の暮らしを大きく変えてくれたのは、始めたことよりもやめたことでした。やらなくてもいいことを一つやめると、その瞬間に時間とお金と体力が戻ってきます。何かを始めるには努力が必要です。でも何かをやめるときは、握っていた手をそっと離すだけです。今日は僕が実際にやめてよかったことを20個お話しします。全部を真似する必要はありません。これ自分もやめてみたいなと思うものが一つあれば、ぜひ持ち帰ってみてください。一つ目、完璧を目指すこと。昔の僕は仕事でも文章でも最初から100点を出そうとしていました。でも100点を目指すとなかなか始められません。始めても細かい部分が気になっていつまでも終わりません。今はまず60点くらいで形にします。一度出してみて、必要なら後から修正する。完璧な1回よりも未完成でも前に進むことの方が大切でした。二つ目、すぐに返信すること。以前は連絡が来たら早く返さなければと思っていました。返信を待たせるのは失礼だと思っていたんです。でもそれを続けていると、ずっと誰かの連絡を待っている状態になります。作業中でも通知が気になる。休んでいても返信していないことが頭に残る。今は緊急でなければ自分のタイミングで返します。相手の今すぐにいつも合わせなくていい。それだけで一日のリズムがかなり静かになりました。三つ目、人の機嫌を取ること。不機嫌な人が近くにいると、昔の僕はすぐに自分のせいだと思っていました。何か悪いことをしたかな？声をかけた方がいいかな？でも他人の機嫌は他人の仕事です。僕たちは誰かの感情を一日中管理するために生きているわけではありません。不機嫌な人がいたら、今日は天気が悪いなくらいに考える。自分が悪いことをしていないなら放っておいていいんです。四つ目、誰とでも仲良くすること。世の中にはどうしても合わない人がいます。考え方が違う。話すと疲れる。なぜか落ち着かない。そういう相手とまで無理に分かり合う必要はありません。僕は人間関係も自分が管理できるサイズでいいと思っています。大勢の知り合いよりも安心して話せる人が数人いる方が僕には合っていました。五つ目、行きたくない誘いに行くこと。本当は家で休みたいのに断ったら悪いかなと思って参加する。そして帰ってきてからぐったりする。そんなことが昔はよくありました。今は気が進まない誘いは早めに断ります。予定がないことも立派な予定です。一人で過ごす夜を守ることも自分との大切な約束だと思っています。6つ目、見栄を張ること。人によく見られたいと思うと、お金はいくらあっても足りません。いい服、高い車、広い部屋、立派な肩書き。もちろん、本当に好きなら持ってもいいと思います。でも、誰かにすごいと思われるためだけに持つものは、維持するだけでも疲れます。今は自分が心地いいかどうかを一番大切にしています。見栄をやめるとお金だけではなく心まで軽くなりました。7つ目、安いだけで買うこと。セールを見ると買わないと損したような気持ちになることがあります。でも必要のないものを半額で買っても半額分のお金を失っただけです。今は安いかどうかより本当に使うかどうかを考えます。必要なら定価でも買う。必要でなければ 90% オフでも買わない。
この基準にすると、買い物がとてもシンプルになりました。8つ目、なんとなくコンビニに行くこと。コンビニが悪いわけではありません。疲れている日や急いでいる日はとても助かります。でも、目的もなく入ると何か買いたくなるように作られています。飲み物だけのつもりがお菓子も買う。新商品を見ると試したくなる。だから僕は必要な時だけ使います。行かないというより、なんとなく入ることをやめました。9つ目、使わないものを持ち続けること。いつか使うかもしれない。高かったから捨てられない。思い出があるから手放せない。そうやって残したものが増えるほど、部屋の管理は大変になります。物は持っているだけでも少しずつ意識を使います。今の自分が使っていないなら、過去の自分ではなく、今の自分を優先する。そう考えるようになってから手放しやすくなりました。10個目、テレビをつけっぱなしにすること。テレビがあると見たいものがなくてもとりあえずつけてしまいます。ニュースや広告が流れ続け、知らなくてもよかった情報まで入ってきます。僕はテレビを手放しているのですが、夜の時間がとても長くなりました。本を読む、文章を書く、静かにコーヒーを飲む。音がないだけで部屋も気持ちも落ち着きます。11個目、通知を全部受け取ること。すべての通知がオンだとスマホが鳴るたびに集中していたことが中断されます。一度スマホを開くと別のアプリまで見てしまう。気づけば何をしていたのか忘れている。今は本当に必要な連絡以外、ほとんど通知を切っています。連絡が来た瞬間に見るのではなく、自分が見たい時に見る。スマホを使う側に戻るだけでかなり疲れにくくなりました。12個目、マルチタスクをすること。仕事やタスクは同時にいくつもやった方が効率がいいように感じます。でも僕の場合、実際は全部が中途半端になり、余計に疲れていました。ご飯を食べながら動画を見る。作業しながらメッセージを返す。今はできるだけ一つずつやります。一つ終わったら次へ進む。地味ですが、その方が結果的に早く終わります。13個目、予定を詰め込むこと。手帳が埋まっていると充実しているように見えます。でも、予定と予定の間に余白がないと、一つ遅れただけで全てが崩れます。体調が悪くても休めない。思いついたことを試す時間もない。今はあえて何もない時間を残しています。暇は無駄ではありません。休むための時間であり、次のアイデアが生まれる時間でもあります。14個目、疲れてから休むこと。会社員だった頃の僕は、限界まで頑張ってから休んでいました。まだ動ける。もう少しいける。そうやって無理を重ね、最後には休むだけでは戻れない状態になりました。今は疲れる前に休みます。予定が空いていても、あえて何もしない。元気な日に早く寝る。休むことは壊れた自分を修理する作業ではありません。壊れないための準備です。15個目、毎日同じペースで頑張ること。人間なので、調子のいい日もあれば悪い日もあります。それなのに毎日同じ量をこなそうとすると、どこかで無理が出ます。僕は調子が悪い日は10分だけでもいいと思っています。少し進めば十分。逆に調子がいい日もやりすぎません。大切なのは1日だけたくさん進むことではなく、長く続くことです。16個目、出世や拡大を目指すこと。仕事は大きくするほど成功だと思われがちです。売り上げを増やす。人を雇う。有名になる。でも、仕事が大きくなれば責任や管理も増えます。僕は小さいまま自分で管理できる働き方が好きです。大きくならなくても暮らせる。偉くならなくても楽しく働ける。そう思えるようになってから仕事との距離がちょうど良くなりました。17個目、仕事に全てを求めること。収入も欲しい。やりがいも欲しい。成長もしたい。仲間も欲しい。社会的な評価も欲しい。一つの仕事に全部を求めると、その仕事が苦しくなります。仕事は生活費を得るものでもいい。やりがいは
趣味や創作活動で見つけてもいい。人とのつながりは仕事の外にあってもいい。一つの場所で全てを満たそうとしなくなって随分楽になりました。18個目、普通に合わせること。普通は会社で働く。普通は車を持つ。普通はもっと稼ぎたいと思う。世の中にはいろいろな普通があります。でも、その普通が自分に合うとは限りません。僕にとっては生活費月11万円で小さく暮らすことが心地よかった。人によってはもっと大きな暮らしが合うかもしれません。大切なのは普通かどうかではなく自分に合っているかどうかです。19個目、他人と比べること。誰かの収入、フォロワー数、持っているもの、暮らしている家、比べ始めると自分に足りないものばかりが見えてきます。でも他人の生活は他人に合うように作られたものです。僕がそのまま真似しても心地よくなるとは限りません。比べるなら昨日の自分くらいでいい。昨日より少し穏やかだった。昨日より少し片付いた。そのくらいの変化で十分だと思っています。20個目、自分を責め続けること。うまくできなかった。続かなかった。人と同じようにできなかった。昔の僕はそんな自分を何度も責めていました。でも自分を責めても元気にはなりません。失敗した日は失敗した理由を一つ考えて、あとは休む。続かなかったならもっと続きやすい方法に変える。大事なのは自分を罰することではなく自分を助けることです。僕は自分に厳しくすることより自分が動きやすい環境を作ることを大切にするようになりました。ここまで僕がやめてよかった20のことをお話ししました。振り返ってみると、僕の暮らしを楽にしてくれたのは何か特別な能力ではありませんでした。やらなくてもいいことを一つずつ手放してきただけです。人生を変えようとすると、僕たちはすぐに何かを始めようとします。新しい習慣、新しい勉強、新しい仕事。でも、その前に、今の自分が抱えているものを見直してもいいと思います。手がいっぱいのまま新しいものは持てません。まずは一つ下ろしてみる。予定を一つ断る。通知を一つ切る。使っていないものを一つ手放す。今日できなかった自分を一度だけ許してみる。それだけでも少し呼吸がしやすくなるかもしれません。何かをやめることは逃げではありません。限られた時間と体力を本当に大切なことへ使うための選択です。僕はたくさんのことをやめました。でも何もなくなったわけではありません。むしろやめた後に残ったものが僕にとって本当に必要なものでした。静かに過ごす時間、好きな文章を書く時間、大切な人と話す時間、何もしないでぼーっとする時間、そういう小さな時間を守るために僕はこれからもやらなくていいことを手放していきたいと思っています。最後まで聞いていただきありがとうございました。もしこんな暮らし方や考え方に共感していただけたら概要欄も覗いてみてください。Kindle では40冊以上の本を書いています。ラジオでは話しきれなかったことを文字で読むラジオとして残しています。また、田中クラブという小さなコミュニティも始めました。小さな暮らしの話、人生戦略について、一人ビジネスについてなど何でも話せます。興味のある方は概要欄でご案内しています。それではまた次のラジオでお会いしましょう。ミニマリスト田中でした。バイバイ。